こんにちは、オートウエストエンドです。今回はこちらの電動パーキングブレーキのスイッチ。はい。取れました。これ、ずっと取れていたんですが、これを交換していきたいと思います。そして、やっとオーダーしていたパーツが届きました。アリエクスプレスで1000円ぐらいで購入したものが、だいたい2ヶ月ぐらいで家に到着しましたので、取り付けていきたいと思います。こんな感じのパーツです。この部分がもう僕のは壊れて取れてしまっている状態で、そこだけ直そうと思ったんですが、何やらこのハウジング全体を交換しないと直せないようなので、ということでこれを買いました。一応ね、価格としても1000円ぐらいだったので、全部丸ごと交換してもいいかなということで、今回このパーツをオーダーしました。これを見る限り、全部で4つのボルトで止まっているようですね。そのボルトを外せばすぐ交換できそうな感じで、そして一番底の部分にコネクタ、これ全部で10ピンぐらいでしょうか。この底の部分で電力だったり信号のやり取りをしているようです。それでは早速車に乗り込んで交換をしていきたいと思います。こんな感じで取れているボタンですが、実はこのボタンだけでもちょっとね、色とかが違ったりしてカスタムのようなそんな要素もありつつ販売しているところがあります。なのでこれだけ交換できるのかなと思ったんですが、そのボタンの部分は特に破損していなくて、その上でこの本体にくっつかないということは、やっぱりこの本体の奥の方がね、何か割れたりしているんだと思います。もう言ったら瞬間接着剤とかでね、止めれそうですが、それいうのもちょっとねやめておきます。ちゃんと直していきたいと思います。はい、それではこちらのパーツ、一応パーツナンバーこちらでお見せいたします。パーツナンバーの調べ方については前に動画を上げたので、興味のある方はチェックしてみてください。それでは実際にこのパネルを外していきましょう。先ほど Bluetooth のね、レシーバーのをちょっとずらしまして、そしてこの外回りの黒いパネルをこのパネル外し用のヘラで外していきます。そしてその前にこれジョグダイヤル懐かしいですね、呼び方が。このぐるぐる回るダイヤル式のこれをまず外しまして、ポンと上げれば外れます。そしてここの根元にね、なんかちょっと紫色のなんか配線っぽいの出てたんですよ。でこれ配線取ってしまったのかなと思ったんですが、よく見たらラベンダーでしたそしてこちらのパネルを引き上げていきますが、これがね、予想外に硬くて、もうこのヘラがちょっとね、この白い線が力がかかりすぎて入って、もう少しでも壊れるぐらい、一歩手前ぐらいまで行ってやっと開きました。結構硬いです。金属のね、工具で開けてもいいんですけど、それだったら傷ついてしまったりもすると思うので、結構これ微妙なところです。すごいこのプラスチックだと限界、ギリギリ限界のところでやっと開くといった感じです。片方今開いたんです、浮いてきたんですが、順番にね攻めていっていますが、それでももうね、このヘラも疲れてしまっていてもう頑張れというのがもう申し訳ないぐらいに頑張ってくれております。下半分は開きましたね。今度はこのシフトレバーの下あたり、ここが浮けばほぼ取れると。あと一つぐらいですかね、くっついているピンが。ここをね、頑張ってグッとグッと、どうでしょう。もうね、無理やりやってもね、僕何でも壊してしまうので、ちょっとね、ある意味慎重になりながらやっております。取り出すことができました。これ一応ここにね、パーツナンバー書いてあるので、よろしければ参考にしてみてください。ちょっとね、カメラの性能が悪すぎて見えないかもしれませんが、このパネル自体は結構表面が剥がれてきてしまっているのもあるので、後々新しいのに変えるか、上をなんかラッピングとか
しようかなとも思っているので、今回外し方が分かったので、事前調査完了ということで、次回に生かしていきたいと思います。そして、このパーキングスイッチの取り外しに行く前に、めちゃくちゃ汚いんですよ。あんまりこれ見えてないかもしれませんが、もう特にシフトレバーの周辺、なんかカリカリに乾いた茶色い物体、コーヒーとかなんですかね、乾いたらあんな風になるのかなっていうぐらいもう汚かったので、ちょっと10分15分掃除してました。早送りでね飛ばしましたが、はい、それではいよいよ外していきたいと思います。これは星型のトルクスビットで T20 という大きさでのボルトが全部で4つ使われています。それをこんな感じで簡単にすぐ外すことができました。なくさないようにこんなね、空きケース、ネジが入っているようなについてくるようなね、ネジ買った時のケースを取っておいて、こういう風に外した時になくさないように使っています。これは先ほどパーツについてにある4つの穴、それとはまた別のもので、このシルバーのこのパネル自体を留めているまた別の4つのボルトです。はい、今見せてますね。T20 という大きさです。難なく外れましたので、これをおそらく持ち上げれば全体ガコッと取れるはずということで、いけそうですね。はい。で、この底にコネクターがついています。こんな感じでブルーのコネクターなんですが、ここちょっとね、爪が引っかかるような感じになっているので、それを押し込んであげまして、そして下に引くと割と簡単に抜けました。全部で10ピンのコネクターですね。はい。そしてこのシフトレバーのところ横にね回して、はい、そうするとこんな感じで無事取り外すことができました。それではこのパーキングスイッチもともとついていたものよく見てみると2007年の11月なので、もうこれ2008年式なので一番最初から当時からもずっとついていたパーツで、まだ1回もね交換していないかったということですね。はい、ということで今度はこの黒いパーキングスイッチをこのシルバーのパネルから外すという作業です。これも同じトルクス星型のボルトが使われているんですが、大きさをこう見ていたところ T の10ですねが合いました。なので T の10を使って外していきたいと思います。新しいパーツを見ても分かるように、この4つのボルトを外せばパーキングスイッチ、これをもう交換する段階に行けると、結構思ったより簡単だったので、今回はねほっと先が見えたので安心しながら作業をしています。そして1つ目取れまして、そして2つ目、およーっと落ちた穴にね油断して落としました最悪やと思ったんですが、ここでね焦らず僕使いたい工具があったんです。焦ってカメラほっぽり出してましたけれども、ダイソーで買ったピックアップツールというもの、先っぽにね磁石がついてるものなんですが、このね黒板を刺すような刺し棒、その先にこういうマグネット付きなので、エンジンの奥底に落ちたりとか、そういったボルトとかこういう細いところにね取れるはず。おじゃーよじゃー取ったどー。嬉しそうにやっておりますが、無事取ることができました。結構買ってからもう半年ぐらい経って初登場、やっとね出番が来てピンチを救ってくれました。はい、そして残り2つのボルトを外せばこのパーキングスイッチが分離できると。落とさないように気をつけながら最後のボルトを外しています。はい、無事取れましたね。なんか振ると
カタカタ音がします。中でその壊れた部品が動いているんだと思います。そしてこのパーキングブレーキの警告音がいきなり鳴りました。コネクタを外したタイミングじゃなくて今って感じだったんですが、一応かかっている状態という感じで表示が出たので、安全性には問題はないんでしょうが、今頃という感じですね。はい、そして新旧のパーツを比べていきたいと思います。もう一緒なはずです。パーツナンバーもね合っているので、全く形状は同じと。コネクターの形も見ましたが同じで大丈夫そうです。このステッカーはね、元々の純正のものはありますが、新しく買ったものはありませんでした。そしてこの文字のフォントが若干違うかなという感じです。新しい方が少し太字なフォントになっています。そこまで気になる感じではありませんでした。一応この取れた P ボタンもちょっと比べてみましょうか。どうでしょう。ちょっと太字この違いはなぜ起きたんでしょう。どっち細い方がいいかなでも新しい方のフォントでもそんなに気になる感じではありません。はい。でまた振ってみます。この最初の方、純正の方はカタカタと、音がしますが、新しいパーツの方は振っても音がしませんでした。ちなみに BMW の冷却水のリザボアのキャップ、あれも振ってカタカタ音がしたら寿命だって言われますよね。それが判断基準だと言ったら整備士の方に笑われそうですが、それでは交換をしましたので4つのボルトをはめていきます。そしてここでね、ちょっと豆知識。今ピックアップツールマグネットでこのトルクスビットに磁力を移すような感じ、ご存知の方も多いかもしれませんが、こんな感じで磁石の力を移れとやるとちょっとね磁力を帯びるんですよ。なのでちっちゃいネジも取り出しやすい。かといってねそれで振っちゃうとね、そこまでの磁力じゃないので落ちるんですが、スマホとかの修理とかでね、ちっちゃいネジを扱うときは結構この方法便利です。車の整備だとボルト自体が大きいのであんま出番はね、こういう小技出番は少ないですが、結構ね知っておくと便利だと思います。はい、ちょっとね手がおぼつかないですが、この T10 のトルクスビットでこの4つのボルトを締めていきます。でね、ここでちょっとね僕の悪い癖というか、もうねとにかくギリギリまで締めたいっていう感じで、プラスチックパーツだから手加減すればいいんですが、もうギリギリまで締めちゃって、もうその黒いパーツがちょっとね白くなるぐらいまで、やっています。これねいつもねこれやるんですよ。この癖直さないとダメですね。と言いながら作業をしていると、上ちょっとね換気用のポジションにサンルーフしてるんですが、木の下とかに駐車していると結構ねそこから木の実とかね葉っぱ落ちてきます。別にいいんですけど、ちょっとね物音がしたのでちょっとビクッとしただけです。はい、それでは4つのボルトが閉まりましたので、シフトレバーをくぐらせまして、そしてこのブルーのコネクタをつなぎます。コネクタ自体の形状はちゃんとはまる方向にしかはまらないので、間違えずにはめれると思います。はい、そしてこのブルーのコネクタの先についている爪が、新しいこの黒いパーツのパーキングブレーキのパーツの穴が開いている部分があるんですが、そこにまで出てくるまで押し込むんですが、これがね予想外に刺さらなくて、奥までいかなくてカチッてならないんですよね。なのでちょっと結構これカットしてますが5分ぐらい格闘してました。でもね片方だけはまったんですが、もう片方は爪が最後の最後まで
ちゃんと奥までかからずに終わってしまいました。もう仕方ないのかな。もし同じ作業をされた方いらっしゃいましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。そして最後にこの黒いパネルを上からバチッと押し込みまして、これをね、簡単に押し込めば取り付けることができます。そして忘れちゃいけないあれですね。このジョグダイヤルみたいなこのダイヤルを、これも上からクッと押し込むとカチッと音がしますので、これで取り付け完了ということで、無事この1年ぐらいずっと取れてたボタンで頑張ってきて、逆にもうそれで慣れてしまっていまして、この取れない感じそれにすごい違和感を覚えているんですよね。何はともあれ、このパーキングブレーキのスイッチ、この後実際にねエンジンを回して試しましたが、無事問題なく動作をしました。特にねリセットなどの作業をする必要なくちゃんと動いてくれました。ということで今回はこのパーキングブレーキのスイッチ、壊れたものを取り替えるという作業をご紹介しました。今回の動画参考になったという方はいいねボタンを、そしてこういった修理系の動画また見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。